こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回はバイオームコンプを目指すべく、新たに突然変異のバイオームを5種類踏破し、そしてエンチャント防具の耐性テストを実施するに至りました。そもそもなぜ峡谷に落ちるのかしらね。地図を見ながら移動してたり、峡谷が手前の木の陰になっていたのが直接の原因です。しかし私はあえて世の中に訴えたい。地図を見てたら足元が隠れ、峡谷が影になるように木が生えるのがマイクラなのだと。それを注意するだけで落ちなかったんじゃないの？さて現在地は地図9枚目の西端で、今回の遠征は地図3枚分の南コースをたどれば終了です。ここまですでに大半のバイオームが発見済みで、メサとキノコ島以外は凍ったタイガ M、砂漠 M、ジャングルハシ M の突然変異を残すのみとなっています。と、早速花の森林がありました。突然変異ね。今までなら周囲の突然変異の広がり具合を調べるところですが、地図上では近くに雪も砂漠も見当たらず、ジャングルは北西の範囲で切れていることを確認済みです。つまりこの周囲には、凍ったタイガ M も砂漠 M もジャングルハシ M もなさそうということね。さっさと次行ってみます。さて、回収できない船は諦めて、地上の移動はかなり注意深くしています。多少不便でも地図を持たずに移動するのが原則。地上でも、常に足場があるとは思ってはいけないんです。いつまで注意力が持つかしらね。と、ちょっと待ってまたメガタイガ？また息抜き企画のメガタイガをぶんどっちゃったの？いくらなんでも地図9枚に3箇所は多すぎです。多分これ、横の地図で見つけたメガタイガがここまで一続きになっているんです。どう見ても距離空きすぎね。3箇所目確定です。で、落下せず9枚目を通り抜けて8枚目に入り、さらに落下せず8枚目を通り抜けました。手にアンダーラインがついたわね。7枚目の南コースではひまわり草原を見つけました。突然変異が砂漠まで伸びていたら、期待感が高まります。やっぱりダメだったわね。まあ砂漠 M の場合、大体見つかるのはサバンナの突然変異の近くです。そして1分も砂漠を進むと、何やら突然変異らしき地形が出てきました。ひとまずサバンナ M であることを確認。その先の砂漠は、残念、また普通の砂漠です。いつもの調子が出てきたわね。ここで砂漠 M をゲットできると、以降は乾燥気候を無視できるので大きいです。力を入れて周辺探索にかかっていますが、サバンナの突然変異はほんとかっこいいです。でも、こんな近くにそびえ立つサバンナの脇はただの砂漠です。登ってみもワールドも一新したら？久しく登っていないんですよね。前作は高さ縛りで登れなかったし。でも、今の私はこれが罠だと見抜いています。誘惑をいかに理性で抑えるか、それがマイクラの戦いなんです。まあ足元すらおぼつかないものね。来てた。砂漠 M です。これは大きい。まだバイオーム運が残っているとは。少し進んだら、宙に浮く花×2を見つけました。2つ同時は初めてね。それにしても、過去に見つけた浮く花はいつも同じ花のような。そして、落ちずに7枚目の南コースが終了です。ここの次の地図はすでに丸々探索済みなので、今回のバイオーム探索はここまでです。さてリスポーン拠点の上に戻ってきました。で、この時点でやっと気づいた、というより今まで気づかなかったのがうかつです。宙に浮く花ってボタンの上半分だったんですね。つまり下半分が池の生成で削られていたのね。これで謎が解けました。取ろうとしたり下にブロックを置いたらアイテム化せず消滅してしまうのは、下半分が本体だからです。つまり、下半身が埋まってもダメージ受けないテリーは上半身が本体なのね。さて今まで探索した地図を並べてみると、まずこの端っこがジャングルになっていて、
そして南に寒い気候があって、この南にもジャングルがあり、その先は広い海洋、つまりキノコ島が眠ってる可能性があります。そしてメサがかけらもないのね。で、プレイ中断中に考えました。そろそろ地下に戻るか、それともバイオーム探索を続けるか。地下で石に埋まるか地上で峡谷落下するかの2択ね。どちらも生還さえできればなんてことないのですが。そして、バイオーム探索を続けることにしました。前回落下してから今回ここまで落下癖を防止できているんです。でも少し間を空けてしまうと落下癖が再発するかもしれません。時間が経つと注意すべきところを忘れるのよね。で、今は9枚まで探索済み、次の遠征は1枚北の西方面を攻めていってみます。一番西にはジャングルの一部が残っているので、そこでジャングル橋 M ゲットのチャンスがあります。余分なアイテムは仮チェストに置いておくとして、では元気よく行ってきます。期待感が尽きるまでは元気があるのよね。このワールドはバイオーム運に恵まれているはずなんです。さて出発して1分したところです。と、また地図を持ちながら歩いていたし。ゲーム中断挟んだだけでもう忘れてたの。なかなか長期記憶に移行してくれないんです。そして地図10枚目に入り、ぼちぼち地図の下から4分の1でしょうか。ここから西に一直線、南コースを進んでいきます。と、早くもジャングルが。このワールドやっぱりすごいです。これで3カ所目ね。さて、ジャングル橋は地図11枚目の範囲スレスレのようです。これから私はジャングル橋探索家として、ジャングル一周の旅が始まります。かなり微妙な探索家ね。おお、いきなり得体の知れない花が。どうやらジャングルは木に花が咲くようです。この場合は本体が葉っぱなの？どうなのでしょうか。あ、本体を削ったら消えるのなら。つまりこれは、葉っぱが本体になることもあるってことですね。新発見です。で、ジャングル橋探索家には、危険が迫ってくることもあります。ただの食料配給業者じゃないの。ゾンビ肉を補充して5分ほど進んだら、謎の水鳥の泳ぐ先に謎の古代遺跡が姿を現しました。内部構造は把握済みだけどね。クリーパーの探知装置もついている安心設計です。それでもまだ若干怖いので、さっさと壁をぶち抜いてお宝回収してしまいます。本当は外からくり抜けるといいのですが、もう1個掘らないと届かないですか。大したものはないわね。もう1箇所も似たようなものでした。ダイヤの進捗が 0.03% 進んだわね。さて神殿を出て12分進み、対岸のバイオームが草原から大河に変わったところです。ここでなぜかジャングル橋が途切れました。さらに進んで対岸が大河から森林になってもなお、ジャングル橋が生成されないエリアが続いています。つまり、木が中心のバイオームとの境目は、ジャングル橋と認識されていないということね。ジャングル橋の仕組みがまた一つ明らかになったところで、ジャングル橋探索家としての旅は折り返し地点です。そしてその6分後、水に沈んでいる葉っぱを発見しました。こういうのは見たことないわね。一体どういう生成のされ方をしたのでしょうか。さて2分さらに進んだところで、ジャングル橋最大の強敵、私の天敵の峡谷です。ジャングル橋じゃなくてもどこにでもあるでしょうに。ジャングル橋探索家としては、一度峡谷そこからそびえ立つジャングルの木を目撃したいところですが、残念ながらここにはないようです。峡谷の高さとどちらが高いかしらね。さらに3分、謎の遺跡をまた見つけてしまいました。レア度数がどんどん下がっているわよ。早速侵入してみたら、先ほどの神殿とは左右反対の構造をしていてちょっと戸惑いました。両方の構造パターンがあったのね。なんだか鏡を見ているようでやりづらいです。
手前のレッドストーンで開きづらい。よいしょっと。またダイヤか。進捗が 0.02% 進んだわね。もう一つのチェストで、防具エンチャントとしてなかなかの本発見です。でもこの企画では、予備がいる事態になった時にはワールドが消えてます。もうエンチャントは取り切っているものね。さてジャングル橋にたどり着いてから50分ほど、ようやく一周です。結構時間費やしたのに成果ゼロね。まあでも、ジャングル橋探索家スキルは1レベル上がりました。さて11枚目の南コースを抜けて12枚目に入ります。そして海底神殿遭遇で緊急回避です。採掘速度低下を食らうのは嫌、ベッドの回収に数分かかるようになるんです。手を右にも。なんとかすり抜けて突き進むと、またも空中の花を見つけました。やはりボタンです。また2つね。で、ひょっとしたら見れると思って再度近寄ったら、見れた。本体がなくても燃えるんですね。さて12枚目は海が多くてあっさり抜けて、13枚目に入ったところで、色々あったので今回はここまでです。次回はこの遠征の続きで、できればメサとキノコ島が見つかれば御の字です。でもしかし、凍ったタイガー M とジャングル橋 M を先に見つけ、すっきりしたところでメサとキノコ発見を目指す、という展開の方が安心できたりもします。どの道メサは当分出ないものね。では、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。